私は今病床に伏している。お前がこの手紙を読む頃、私はもうこの世にはいないだろう。間もなく訪れるであろう災いを私は自分の手で止めることができない。舞、お前なら私がこれから言うことの意味がわかるはずだ。誰かが封印を解いてしまったのだ。死者が再びこの世に生まれてようとしている。我々と変わらぬ肉体を持って貞子が。貞子。おはようございますだろ。おはようございます。はい。あ、先生、たまには科学部の方顔出してくださいよ。今文化祭に備えて面白い実験やってるんです。実験？何の？びっくりするようなこと。絶対ですよ。この芥川龍之介が先生と呼んだ作家が2人います。その1人が夏目漱石、森鴎外。この明治を代表する作家2人から芥川龍之介はすごく多くの影響を受けこら、ここ聞いてんのか？いい？行くよ。来た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 ！これだ！またダメだよ、ほら。差し入れ。ありがとうございます！先生、
あるなら飲まなくてもいい。お前ら何やってんだ？思念波の実験です。思念波？要するに脳が発する電磁波。昔ソ連の秘密組織も研究したらしいんですよ。今度の文化祭で発表。テレパシーは存在する。お前たち科学部だろ？そうですけど、超能力の研究は立派な科学なんです。じゃあこういうのも科学か。昔の科学部といえばだ、文化祭の発表がそのまま新聞社のコンクールで賞をもらったりしてたんだぞ。それは相原先輩がいた頃の話でしょ。私たちそんなに頭良くないもんね。ねえ、相原先輩って今警視庁の科捜研にいるんだって。科捜研？科学捜査総合研究所。かっこいい。だからお前たちもだ、せめてこの俺に恥をかかせないように。それは大丈夫ですよ。私たちが超能力を身につけた暁にはその力で必ず先生を出世させてあげますから。期待してないよ。生田部長。相原、何の作業だ？ちょっと気になることがあるんです。1週間前グリーンタワービルで死亡した木戸という男ですが、あれ本当に心臓麻痺だったんですか？警備員がその男の悲鳴を聞いてるんです。刑事ごっこってわけか。ここはどこだ？科学捜査総合研究所。指紋の照合、遺留品の鑑定、そうやって現場捜査のサポートをするのが我々の役目だ。君が事件を解決してくれるのか？ここは学生の遊び場じゃないんだ。さよなら。いい先生、この世には科学だけでは説明できないことが存在するんだよ。するんですよ。例えば呪いのビデオって知ってます？呪いのビデオ？ヒロミたちから聞いたんですけど、それを見た人は必ず13日後に死んじゃうっていうビデオがあるらしいんですよ。藤尾学院でもそれを実際に見て死んじゃった人がいたんだって。あのな、そんなビデオが本当にあったら今頃大騒ぎになってるだろそれが違うんですよ。死んじゃった人がみんなただの心臓麻痺にしか見えなくて、だからニュースにならなかったんですって。本当なんだってば。今度手に入ったら見せてくれよ。本当ですね。絶対見るんですね。そんなものがあったらな。あ、先生、このビル幽霊が出るって噂があるんですよ。おいおい、呪いの次は幽霊か？本当なんですって。なんだよ。あのビルが建つ前の裏敷で殺人事件があったんです。犯人は死刑になったんですけど、今でも夜になるとその殺人鬼が幽霊になって出るらしいんですよ。そう、それにこの前社員が一人で夜中に死んでたんだって。お前その場にいたみたいだな。お姉ちゃんから聞いたんです。お姉ちゃん、あそこに勤めてるから。さっきか。お世話になっております。しばらく会ってないな。元気か？お姉ちゃん、今でもよく先生の話するんですよ。どんな？安藤先生のそばにいると安心できたって。え？だって先生能天気でしょ。悩みとか全然ないみたいだし。バカ。大人には大人の悩みがあるんだよ。じゃあ行ってみなさい。私相談乗りますから。結構です。じゃあね先生。
なた。アメリカンチェリー。ありがとう。顔色いいな。ええ、だいぶ良くなったってお医者様もおっしゃってくださったの。もうすぐお家に帰れると思うわ。貴則はうん？いい子にしてる？あ、わがまま言っても怒らないであげて。私がいなくてきっと寂しいのよ。早く帰れるようにママも頑張ってるって伝えてね。分かってる。妻は息子が生きているって未だに思い込んでいます。いつまでこんなことを続けなければならないんでしょうか。本当のことを言って聞かせるのはまだ危険です。また精神のバランスを崩してしまう可能性がありますからね。あなたのせいよ。返して、貴則を返して。もう一度二人でやり直すことできるんでしょうか。焦らないことです。わかりますね。おい高村、はい。 4月1日の特番だけどな、これ大丈夫なのか？ノストラダムスの企画なんて他の局で散々やり尽くされてるぞ。全く違う切り口で迫りますから。何？この河合徹はノストラダムスの研究だけで何億も印税を稼いできたんです。いいですか？そろそろその恐怖の大王がどこの誰だか説明してもらおうじゃありませんか。なるほど、説明なんかできるわけないか。はい。しかも辛口のゲストで周りは固めてあります。寄ってたかって河合をいじめる。はい。こいつが赤っ端かく顔が見られるってわけだ。乾杯。ねえ河合先生、恐怖の大王って本当に来るの？もちろん来るよ。7月で人類は滅んじゃうよ。ねえノストラダムスって何人なの？フランス人。今度一緒に行こうか。そういえばこの前外国であった事件知ってる？世界の終わりを予言した新興宗教の教祖が世界が滅びなかったために信者たちから袋叩きにあったって話。何言ってんのよ。河合先生はそんなインチキじゃないわよね。もちろんだよ。そうよね。そうそうそう。どなたかいらっしゃるんですか？
階のフロアで松田テクニカ株式会社の社員6人が死亡しているのが発見されました。死因はまだ分かっておりません。現場からはただ一人女子社員が生き残っているのが見つかって事情を聞いています。警察では事故、殺人両方の面から捜査を進めております。なおこのビルでは1週間西島。先生、美咲は今向こうの病室に。でも警察が会わせてくれないの。待ってください、刑事さん。西島美咲は無事なんですか？なぜ会わせてもらえないんですか？僕は彼女の高校時代の教師で。もうしばらく事情を伺いたいことがあります。どうして？まさか美咲が容疑者ってことですか？なぜ隠すんですか？一体あのビルで何があったんですか？教えてください。被害者には教えられない。お帰りください。やっぱりこのビル呪われてたんです。夜中に殺人鬼の幽霊が出るって話本当だったんですよ。お姉ちゃんのせいじゃないですよね。先生助けて。お姉ちゃんを助けて。心配するな。美咲はすぐ帰ってこれるさ。もしもし、法科学部の相原さんお願いします。はい、お待たせしました。相原です。安藤先生、久しぶりだな。実は折り入って頼みたいことがあって。西島美咲のことで。安藤先生。相原です。おかっぱでガリガリだった相原か。ごめん、全然気づかなかったよ。すっかり女らしくなったな。当たり前ですよ。卒業してもう8年も経つんですから。こちらへどうぞ。どうぞ。すまんな、無理なこと頼んで。いえ、私だって美咲のクラスメートですから。やっぱり美咲は容疑者なのか。はい、たった一人の生存者ですから。それに美咲、事件の夜のこと何にも覚えてないらしいんですよ。状況的には疑われても仕方がない。でも美咲がやったにしては変なんです。亡くなった6人の司法解剖の結果が出たんです。6人とも外傷は全くありませんでした。死因も全員心臓麻痺。心臓麻痺？はい。一度に6人が？そう、ほとんど同じ時刻にみんな死んでるんです。それだけじゃないんです。1週間前、そのオフィスで社員が1人死亡してるんです。その死因も心臓麻痺。これは過労死っていうことで事件にはならなかったんですけど。心臓麻痺。担当した刑事は一酸化炭素中毒とか毒物とか、ひょっとしたら新種の伝染病かもしれないと考えたらしいんですが、情報が一切外に出なかったのは。聞いてよ。いや、生徒から聞いた話なんだが、見ると13日後に心臓麻痺を起こして死ぬっていうビデオがあるというんだ。実際富士女学院の女子生徒がそれで死んだらしい。先生、そんなのたわいもないただの噂ですよ。ああ、そうだな。
そうだが間もなく1999年7の月が来る。そう、あなたが一番恐れていた時が。何？あなたは恐怖の大王の正体を知っているおい、何言ってるんだ君は。ノストラダムスの予言の本当の意味を私は知っている。恐怖の大王は間もなくちゃんと降ってくる。君は誰だ？からかうのもいい加減にしたまえ。いいか、これから私の言うことを聞きなさい。富士女学院高校、原因不明の心臓麻痺。パソコンに割り込んだの陸田部長ですか？グリーンタワービルの事件に私の同級生が関わってるんです。調査させてください。美しき友情ってわけか。そんなんじゃありません。これ見てください。半年前2人の男女が心臓麻痺で同時に死亡した事件です。何か関係あるんじゃないでしょうか。君は本当にここに来たかったのか？本当は大学の研究室に残りたかった。だができなかった。だから仕方なくここに来た。だが自分が敗北者であると認めたくはない。自分は事件に興味があってここにいる。そのために必要とされている。そう思い込むことで自己の存在意義をかろうじて保っている。さあ仕事に戻りたまえ。失礼します。こんにちは。小田先生。はい。よこの前の司法解剖の結果受け取りに来ました。ご苦労さん。ちょうどよかった。今コーヒー入ったんだ。あ、そんな気使わないでください。いいから時間あるんだろ。コーヒーカップ一つね。すいません。綾原君も雑用ばっかじゃつまんないだろいえ。嘘つかなくていいよ。陸田部長って変わり者だろ。いつも怒られてますああ見えて学者としては優秀な人なんだけどね。小田先生、グリーンタワービルの事件、小田先生も司法解剖に立ち会われたんですよね。ああ確かにおかしいよな。同時に6人も心臓麻痺だなんてさ。本当にただの心臓麻痺だったんでしょうか？いろいろ調べたんだけどどうしても他に死因は見つからなかったな。ただ一つだけ気になることがあった。死んだ全員にヘルペスに似た湿疹ができてたんだ。別にそれ自体珍しいものじゃないし死因とは全く関係ないんだけど。警察はまだ美咲への疑いを解いたわけではないようです。あのビルで何があったのかとにかくそれが明らかにならないと。先生、夏美も
めんなさい、心配かけて。いい美咲、辛い話だけどはっきり言うわ。事件の真相がはっきりしない限り警察はあなたのことを疑い続けると思う。どんな細かいことでもいいから思い出してほしいの。これがオフィスの配置図。これが発見された時の死体の位置。不思議なのはみんなバラバラの方向に散らばって死んでること。まるで何かから逃げ出すみたいに。考えられるのはここで何かがあったんじゃないかってこと。ここから離れようとしてみんなが逃げたとすれば死体の位置は納得がいく。ここに座ってたのは誰？ここは誰も使ってないの。パソコンのキーが壊れてて S が一文字打てないの。最後にあなたがいた場所は覚えてる？美咲。お姉ちゃん？無理するな、しばらく休もう。大丈夫？思い出した。もう一人いた。え？誰か知らない人がもう一人。確かに肩を掴まれて。顔は覚えていないの？先生はどう思いますか？美咲の言ったこと。私、美咲が事件当時着ていたこの服を調べてみます。美咲が言ってることがもし本当だとすれば肩に社員以外の指紋がついてるはずです。美咲が嘘ついてるかもしれないっていうのか。お前クラスメートだろ。クラスメートだからとか友達だからとかそういう問題じゃないと思います。とにかく私は事実が知りたいんです。すまん。そうだな。でも俺はあいつのことを信じてやりたいんだ。相原、力を貸してくれないか。俺に何ができるかわからないけどとにかくあいつらの力になってやりたいんだ。先生らしい。え？卒業してもう何年も経つのに先生まだ私たちのこと子供だと思ってる。そうだ、ビデオテープ。え？あのビルの監視カメラのテープを所轄が押収してるんです。そのテープを見れば美咲の言ってることは確かめられるかもしれません。おる。お邪魔します。いいところじゃないですか。バカ、何お世辞言ってんだよ。教師の安月給じゃこんなもんだよ。奥様は？息子と実家に帰ってる。喧嘩でもしたんですか？違うよ。あ、かわいい。相原、ビデオは？はい。この辺が死亡推定時刻です。
指紋調べてほしいんだよ、肩のところ。なんだか知らないけどさ、いい加減にしないとお前本当にまずいぞ。陸田部長に睨まれたら。とにかくお願い。ご飯おごるから。本当に腹立つわね、これ。呆れるだろ。何ですかこれ。殺人事件の写真や記事のホームページだよ。実際に起きた殺人事件について興味本位にあれこれみんなで喋ってるんだ。ひどいだろ。でもね、時々この中に本物の犯人が混じってることがあるのよ。そうそう。すいません。はい、もしもし、安藤です。おかしなことが分かったんです。こっちに来れますか。これ見てください。インターネットの中に殺人事件に関するホームページがあるんです。そのチャットの中にグリーンタワービルの6人は自分が殺したって言ってるやつがいて、これ有田。ハンドルネームです。グリーンタワービルはおもろかった。6人の胸のポンプ止めてやった。心臓麻痺を起こさせたってこと。でもこれいたずらじゃないのか。私も最初はそう思いました。でも問題はここ。女一人生きたまま置いといた。肩掴んだら驚きよった。肩掴んだら美咲の証言と一致する。しかもこのことは私たち以外誰も知らないはずです。ただのいたずらじゃありません。事件のこと何か知ってるんです。1503年、フランスの片田舎で今世紀最大の預言者が誕生しました。ミシェル・ド・ノートルダム、通称ノストラダムス。これが人類の滅亡を予言したノストラダムスの4行詞です。そしてその1999年7の月がいよいよやってきました。カメラさん、後でこいつのうるたえる顔絶対逃さないようにね。 CG の V 出して、はい、早く。はい。間もなく有田がログインしてきます。毎晩決まって夜の10時半過ぎになると来るんです。あのビルで事件があった時刻。どうしたんですか？この文章なんか変だ。何がですか？ただの下手な文章とは思えないんだ。入ってきました。有田です。こいつは今どこにいるんだ。調べられないのか。不可能です。回線はいくつものターミナルを経由してますから。目の前にいるっていうのに。そうか。あやろ、あのビルに入れるか。鑑識がカードキーを預かってるはずですけど。行こちょっと待ってくださう。いいか、これはただの下手な文章じゃないんだ。反対だ。すごく頭がいいやつが打ってるんだ。い。どういうことですか？見ろ。こいつはなぜ死体と言わず遺体と言ってるのか。なぜ心臓と言わず胸のポンプと。なぜ死んでいくものと言わず生き絶えていくものと言ってるのか。これだけの文章の中で作業の文字が一回も使われていない。有田は作業抜きで文章を打っているんだ。美咲の言ったこと覚えてるか？パソコンのキーが壊れて
S が一文字打てないの。 S が打てないから作業が一文字もない。ああ、有田が事件のあったあのオフィスでこれを打ってる。有田が抜けようとしてます。引き止められないか。やってみます。ノストラダムスの予言には典型的なマルティプルアウトというテクニックが用いられています。つまりね、どうとでも取れるような曖昧な表現、こういったものをいくつも並べておきます。で、後になって無理やり事実をそれに当てはめるんですね。そうそう、インチキ占い師がよく用いる手法だな。そうそう、話ならんね。インチキに決まってるよ。恐怖の大王は間もなく来る。今晩11時、この空から降ってくる。こっちです。有田、まだいます。先生、これ。どこかに隠れてるんでしょうか。先生。見てくれ、ここにいろ。もしもし。なんだ浅野くん。なんだじゃないよ。ほら、お前が調べろって言った指紋、あれなんかの間違いじゃないのか。どうして。出てくるはずない指紋なんだよ。確かに過去の犯罪者の中にあれと一致する指紋を持つ人間は見つかった。10年前に8人を惨殺した凶悪犯だ。名前は有田剛造。有田。すぐにわからなかったのはそいつの指紋が全く別のファイルに保存されていたからなんだ。いいか、有田には死刑判決が下って3年前に執行されてる。なんですって。とっくの昔に死んでるんだよ。もしもし。もしもし。
先生ですか？ただずっと答えを探したり形なき自由を手にしたり混沌の世代に僕らは生まれたんだし慌ただしく年を取っていたり若き日を勝手に美化したり営みな未来がうざったくてうなだれる灰色の太陽静寂と悲しみありのまま偉大のさ不器用でもしょうがないでしょ Do it You take your way You need a new living for your face いっそこのままで行こう You take your way You need a new hold on your brain There is so lonely Oh yeah 一度死んだはずの人間がもう一度この世に生きて帰ってくるんです。呪いのビデオの話を聞いたことがあるかね。手にした者の間ではリングビデオと呼ばれてました。見たのかあなたはその山村貞子がもう一度生まれてくるとでも言うんですか？